はい、どうもこんにちは。本日はこちらのワゴン R MH22S のヘッドライト。これがハロゲン式はハロゲン式でいいんですけども、私もう1台のこちら AZ ワゴンのヘッドライトがプロジェクター式なので、ハロゲン式のヘッドライトだとカットラインが綺麗に出ないんですよ。それなので、いかんせんちょっと不満であると。そして純正のままだとシルバーのリフレクターなのでギンギラ銀がちょっと苦手なんですね。それなのでギンギラ銀をさりげなくじゃなくてギンギラ銀を抑えつつプロジェクターヘッドライトを移植して個性あるヘッドライトを作りたいと思います。せっかく M デザインのバッドフェイスのボンネットが入っているんですけども、目元に強調がないためにちょっとインパクトがないということでヘッドライトを交換したいと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。マーブラックノリオ TV 驚きを届けるちゃんたちの情熱どこまでもベーション。はい、それではこれがヘッドライトなんですけれども、こちらのヘッドライトですね、もうすでにインナーのリフレクターの部分をマーブラックブルーアイズで塗装してあります。このような感じでインナーのね、シルバーのリフレクターの部分をちょっと抑えたブルーのスモーク。そしてこれで組もうと思ったんですが、やはりヘッドライトのカットラインがしっかり出てるのがいいと。もちろん周りの車両にも迷惑がかかってしまいますので、グレアがやはりないヘッドライトが私的には好きだというので、これからこのせっかく塗って表面もウレタンクリアで塗装して、そして殻を戻したんですけども、もう一度殻を割って、そしてプロジェクターを埋め込んで、そしてまた殻を閉じるという作業をやって、最後にこちらの車両にヘッドライトをインストールした状態をお見せしたいと思います。それでは、まず殻割りをします。殻割りはですね、まずこの裏側。人によっては、ここのレンズにマスキングをする人もいます。なぜなら傷ついたりとかしてしまうから。前面にそうです。ここの部分に。はい。ここまでするんですけども、まあ私のやつはもうウレタンクリアで被膜を作ってあるので、もし傷がついたとしても磨けばいい話なので、それなのでこのままいきます。ヘッドライト裏側にすると、プラスドライバーで1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、5箇所。このヘッドライトのボルトをまず取ります。いや、長いドライバーが無駄じゃん。なんで短いドライバー持ってこなかったの？いや、こういう干渉しちゃったりとかある。いや、しないよ、どう見ても。するの。するんだ。手が大きいからね。そう。当たっちゃうよね。そこれ、お褒めの言葉いただけるよ。なんて。最近、手袋してるじゃん。寒いから。知ってた。その顔これ、視聴者さんに見せてあげたい。この何を憎たらしい顔。憎たらしい。お主、そのメガネとマスク外してみ。その顔って言ってる顔が顔だよ。なんだそれ。もうマフラの顔知ってる人は知ってるんで。うん、知ってるよ。見てもさ、ああ、こんなのああ、期待通りだった。しょぼ。何この顔。見た価値なかったみたいな。もっとイケメンかと思った。全然イケオジでもなかった。そうそうそう。はい。そうしましたら、ボルト5本外したので、いよいよヒートガン。ここを温めます。このコーキングされてる部分を温めます。そして、ヒートガンで熱を持たせて、このコーキングを柔らかくするんですけども、基準としては、この樹脂はだいたい100度超えると溶けてくるので、それなので90度前後でストップしていきましょう。それじゃないと、ベロベロに溶けて、空閉じをするときに、設置が悪くて、水が入っちゃったりとか、そういう風になってしまいますので、曇ってしまったりとかしてしまいますので、それなので、90度前後、それぐらいで殻を開きます。その失敗したところはお見せしますよ、これから。こちらのヒートガンで温めて、その後にこちらのガン、非接触の温度を測れるガンがありますので、それで、これ、例えばヒートガンで温めると、これどんどん上がっていきます。上がらないね。当ててるとこ違うんじゃない？うん、そうだね。こうやって当ててみてます。こっちに20度とかな。で、これもう今の時期は、冬とかだと本当にあっという間に冷めちゃうので、それなので、温めて90度前後になったら、すぐに剥がしましょう。
屋外向いてないじゃん。向いてないです。本当は室内の方がいいです。室内でやろうよ。やりますね。なんでよ。暗いから。暗くないよ。電気が止まってるから。電気止まってない。ついてるじゃん。それで、このヘッドライトの空割りするとき、このワゴン R の場合は、ここから始めた方が私はやりやすいと思います。こことか、こっち側、外側のレンズを最初に広げた方がやりやすいと思います。なぜなら、ここ指ちょっとかけられるんですよ。ここの部分指かけられるので、力かけやすいので、まああんまりやっちゃうとここ割れちゃうんで気をつけてください。なんですが、まあここの外側を温めてからやるのがいいと思います。ある程度のエリアで熱を持たせていきます。一気に全部は無理ですね。本当だったらやりたいけど、どうせ温めてもすぐ冷めちゃうんで、それだったらスポットでやった方がいいと思います。表面温まってても中側が冷えてたりとかあるので、こっち側もね、ほら、こっちだと60度とかなんですよ。じゃあ最初からやれよって話なんですけど。はい、やってみよう。マーブラ君ならいけます。来た来た。来たでしょ？めっちゃいいです。そうそうそう。はい、来ました。そしたらまたすかさず温めます。でもこれでじわじわやってると、結構初めての方でもできちゃいます。まあ本当はこの温度計とかはね、なかなかないので、Amazon とかそこら辺で、ヤフオクとかで買うといいと思います。はい。って言っちゃうともう溶けちゃうので、お気をつけください。で、また外します。ベロン。ベロン。うん、結構ね、大丈夫なんですよ。繰り返します。よし。こっちもね、徐々にやってると、全体的に暖かくなってくるので、そうすると、ベロベロベロって最後剥がれてきます。よし。うわ。おじいちゃんだから。すごい粘土。うん。おじいちゃんだから大変で。よし。ここが。よいしょ。来ました。ここまで来て、そしたら今度、こっちからやっていきます。根気よくやれば、決してできなくはない内容なので。これ見てる人わかんないけどさ、うん。根気よくやればって言ってさ、うん。でもあなたハーハー言ってる。いや、それマスクで。あなたがハーハー言うってことは、うん何ってできない。そんなことない。大丈夫。基準が間違ってるから。いやいや、そんなことない。誰でもできるよ。逆だよ。私ができるってことは誰でもできるってこそんなこと握力測定してるよ。と。ない。私13歳の握力で。うん。何それ、私か弱いんですアピール。超鬱陶しいんだよ。でもね、下で見ると13歳なのに、上で見ると63歳だ。終わってんだよ。終わった。廊下の方だよ。どっちかなって。ちょっと若い方と思って。いや、違うな。よし。はい、やろう。よし。で、こういうクリップが、ハサミがあるところあるんで、だから気をつけてね、取ってください。はい、取れました。はい、取れました。はい、取れました。それで、なんでこんな配線こんななってんだよって話なんですけど、実はですね、これ、昔に使っていたシーケンシャルウインカー。これが入っているので、配線が繋がりっぱなしになってます。ワンオフのシーケンシャルウインカーが入ってます。そして、無事空割りができたということで、おじさん、ゴミ箱から漁ってきてですね、これを持ってきました。これも本来はシルバーのメッキなんですけども、こちらもブラックブルーアイズを施しました。こんな感じでね。はい。ぐるぐるっと。ブラックブルーアイズを施して、やはりここでもオリジナリティを出そうということで塗りました。結構綺麗でしょ？興味ない？それで、これを取り付けるんですが、
取り付ける際は、このプロジェクターもヤフオクとかで売ってます。ただ、時代遅れで、これ H3 バルブなんですよ。H3 バルブなんですけども、バルブには HID のやつがついてるんですけども、ね、もう時代遅れなんで。バルブってどれ？これです。ライトの光源。これが HID 入ってるんですけども、今時こんなんもう使いません。今時は 18LED 一択です。この差し金みたいなやつ。いや、これ実はですね、18LED さんのバルブが H3 用のでも旧型になっちゃうんですけども、あるんですよ。それなので、今回 18LED さんのバルブ圧倒的に明るいので、そして色が濃いので、これに内蔵したいと思います。これを取り付ける際は、バルブを外して、ここにネジが3本ついているので、これを外します。このネジは精密ドライバークラスの一番大きいやつ。それぐらいの細かいやつじゃないと、ちょっと取りづらいので、それを準備しましょう。そもそもそんなちっちゃいネジ外すのに外でやっちゃダメじゃない？確かに、おっしゃる通り。取ったら、ここを置いておきました。このナットがロックナットになってますんで、これも外しちゃいます。はい。この状態にしておきます。そうしたら、ライト側の、ここのバルブ、H4 バルブですね。外しましょう。はい。これを外します。外したら、このプロジェクターレンズを、このスモールとかの配線をここに通しちゃいます。今回は、本当だったら穴開けとかした方がいいんですけど、私はここのスモールバルブのところの穴を利用しちゃいます。そうしたら、これを、こうですね。こうやって入れます。入れ込んだら、これね、向きがちゃんと調整しないと大変なことになるんですよ。ちょっと忘れ物しちゃったんで、電球を外したら、今回はプロジェクターのスモールの時に、このプロジェクターのレンズを青く光らせたいんですよ。それなので、後付けでこんなやつがありまして、ちょっとこれ汎用のやつで、本当はここのプロジェクターに挟んで使ってねっていう感じなんですけども、この幅とかが全然違うので、これをばらして別のところにつけて取り付けたいと思います。プロジェクターをばらします。これでネジ4本外すとこれが外れます。それでこれがカバーなんですね。そうするとこれがプロジェクターの本体なので、この4箇所を外します。ここね。そうするとこれが分解されます。これがプロジェクターのバイキセノンのステッピングモーターで、これがローの時。それでハイの時にこれが倒れて全部の光を出すんですよ。それでローの時はこれがやってカットラインとかもちゃんとしっかり出してくれるんですよ。これが大事なんです。こっちもこの土台いらないので。これがカットライン出すってやつよ。違う。本当はこうやってつけるんですよ。ただ穴の位置が合わないので。それなんでこれは使えないのでバラします。バラして、ここはもう足いらないので、ここカットしちゃいます。バチンと。そしたら、この長さになって、プロジェクターのこの向きで、この真上の部分につけたいと思います。この爪のところの真横につけた覚えはある。そうしましたら、土台をつけて、そしてレンズをつけます。そうしたら、カバーをつけます。このカバーをつけます。ほい。これでなんとかできました。そうしたら、ここの指紋をある程度落として、コキコキコキと。コキッキでしょ。コキコキコキ。なんでコキはい、なんか音違う。はい、そうしましたら、ようやくこのレンズをインストールします。まず最初にインストールの時は1個ずつね、この配線入れていきましょう。ここまで来たら、多分この干渉剤を入れます。入れて、インストールします。引っ張りながら、徐々にプロジェクターもインストールの方向へ持ってって、こうやってインストールします。インストールしたら、こうやって裏側出てくるんですよ。それでこの台座を入れます。台座入れて、本当はこの台座の方にこのような切り欠きがあったんですけど、この車両の場合そこに合わせてつけると、向きが、こっちのライトの向きが全然違ったんですね。それなので、削ってます。削ったやつをここに入れて、入れたらロックナットを閉めます。このライトの向きを、純正のライトのレンズのリフレクターの縦のライン
真ん中の縦のラインとこれを合わせるような感じでつけましょう。そうするとだいぶ向きがいい感じになります。で、締めてって、本当はネジロック剤とかも使った方がいいです。ただ、まだ向きが合ってないので、私はまだ使いません。これで締めていったら、最後なんですけど、ラジオペンチとか、そういうのでもいいんですけど、私はですね、ネジザウルス DX かな。これがちょうどですね、こうやって挟めるんですよ。それで締めていく。縦溝が切られてるので、かじってくれるんですよ。それなのでかなりね、これおすすめです。こんな感じでちょっとずれてしまうので、こうやって合わせます。それでまた本地にしていきます。これぐらいかな。多分こんな感じだと思います。そうしましたら、これを位置に合わせます。合わせたら、そうしましたら、これでヒートガンでまた温めて、ブチルゴムを柔らかくして、はめていきたいと思います。じゃあ、これはスキップしたいと思います。はい、スキップします。スキップ。やった。はい、ということで、なんとかできました。ご覧ください。どう ?M さん。なんか目ん玉クリクリしてこっち見てる。ロボットみたい。そう。それが狙いなんですよ。それで N デザインのバットフェイスのボンネットを入れてるんで、この状態だとせっかく釣り目になってんだけど、シャープさがないんで、それでこいつを入れるということで、これからこれを取り付けたいと思います。バンパーの脱着とかヘッドライトの脱着は他の動画でも散々やっているので、やり方がわからない方は他の動画を見てください。それで今からこちらの車両のヘッドライトと交換したいと思います。はい、ということで、なんとか交換できました。交換したんですけども、いろいろ配線トラブルありまして、点灯しなかったりとか、そういうのがあったりとか、配線トラブルとか、もろもろありまして、今ですね、H4 バルブがついていた車両に、バイキセノンのプロジェクター、それを入れると配線の数が合わなかったりとかで、結構配線の加工をしなきゃいけないというのがあったんで、とりあえず暫定でロービーム、それだけがつくようにしました。そして、バイキセノンのプロジェクターに内蔵されていた CCFL リングなんかが初期不良ということで、不点灯だったりとかで散々な結果になったんですけども、とりあえずは走行できるようにしましたので、またね、今度完成した状態というのは、どこかミーティングとかでお会いした時にご覧いただければと思います。とりあえず暫定でこんな感じでつきました。じゃんということなんですけども、M さんどう？まつげが生えた。そう、それで、やはりこの N デザインのバットフェイスのボンネットがアイラインみたいな感じになっているので、ノーマルのリフレクターのシルバーだと、ちょっとなんかライトだけが強調されすぎなんですよね。それなので、先ほど言った通り、マーブラックブルーアイズでリフレクターの部分をスモークにして締めて、そしてプロジェクターを入れ込んだということで、どうですか ?M さん。元のライトをさ、ちょっと横に置いてみる。元のライトはこんな感じ。外すとこんな感じです。だいぶ印象違うし。でもそっちの方がお目目パッチリしてる。これシルバーが気に食わない。黒がいいの？違う。黒じゃないの。ブルースモーク。それなので、だいぶメカメカしくなったでしょ。メカメカしいというか、可愛いはどこ行ったんだ？シャープで洗練された。違うよ。ただ、これね、結局、私このバイキセノンのプロジェクター入れたんだすごいだろうではなくて、私は正直このヘッドライト加工にしてみたら、序章に過ぎないぐらいのレベルのヘッドライトの加工です。もっとすごいカラフルな LED 入れたりとか、様々な光り方するやつとか、他の車のヘッドライトを移植したりとか、様々な加工してる人とかいっぱいいるんですよ。それなので、ほんとこれはもうヘッドライト加工の見習いの人間がやるぐらいのレベルなので、そんなに大したことではございません。大きく言ったね。そんなレベル。ヘッドライト加工の水準から言うと、全然低い方です。序章です。そんな大きく言っていいの？小さく言ってる。小さく言ってんの？だってヘッドライト加工する人はもっと上には上がいるって言ってない。じゃあ、点灯式だよ。どういうつながりでまあいいけど、とりあえずじゃあまあどんな感じで光るかっていうのを見ていただければと思います。まずはハザード。これシーケンシャル入ってるんでね。こちらご覧いただければと思います。いくよ。どう？どう？
ノーリアクションかい、つまんねえ女だな、おめえな。うん。もうちょっと変わったねとかなんかそういうのないのあなた。あなんだその嘲笑は。いいよ、次行こうよ。特にねえのかよ。うんはい、次、スモールです。うん。なんかねえのかよ。青いね。うん、青い。うん。そしてヘッドライトです。おう。ついた。うん。こんな感じで、まあ、とりあえず点灯する状況に持ってきました。また今後、今このブルーアイがついたまんまとかになっちゃってるんだけど、本来だったらヘッドライトをつけた時に消えるようになるんですよ。あー、ポジションの青いやつがついてる。そう。本当確かにちょっと青っぽく見えるもんね。そうなんです。なんですけど、本当はこれ消えなきゃいけないので、まあそこら辺の配線加工とかは、おいおいやっていこうと思います。初級レベルで消えてないと。そう。初級レベルだから大したことないんですよ。だから本当私がやってるこのヘッドライト加工なんかは全然大したレベルではございませんので、まだまだ私は序の口なんで、もっともっとすごいヘッドライト加工されてる方はいっぱいいますんで、ああ、マーブラちょっとは頑張ったんだなぐらいで見ていただければと思います。頑張ったね。まあまあ、ぼちぼちね。もう2年ぐらい部品は置いてあったの。あ、そう、寝かしてたんだ。そう、ずーっと寝かしてた。やりたかったんだ。そうだから初期不良の不点灯なんかも保証が効かないんですよ。それなんで、もうしょうがない。もうつかないまんまでいきましょう。ポジションつけたじゃん。うん。ウインカーでハザードついてるでしょ。ローついてるじゃん。はい。パッシングしてよ。消えちゃう。早く。あ、かわいい。消えるでしょ。消えちゃうけど、私がパッシングしてあげるから、これ見ててよ。パッシングするやん。ああ、かわいいね。パチクリパチクリしてる感じに青が残ってるからね。そうそう。なるほど、これはこれでいいんじゃない？はい、という感じで、また、マーブラックらしいといやマーブラックらしいんですけども、まあ、ブルーアイズを施して、ちょっとギュッと締まるような感じで作り上げました。こんな感じで、皆さんも、ヘッドライトは結構加工したりとかすると、個性が結構出ますので、ただ単にパーツをアフターでつけて、ハリボテでどうのこうのっていうのではまた違ってくるので、まあ、皆さんもよかったら、個性を出したいんだったらヘッドライトの加工なんかはいかがでしょうか。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。この動画が良かったら、高評価やコメント、ハイプなんかね、いただければと思います。また他の動画もいっぱい出てますんで、チャンネル登録の方よろしくお願いします。M さんなんか、パチパチ可愛かったね。ああ、そうだね。うん。まあこんな感じで。でもハイビームがないよ。はい、今ない。うん。今後の課題で。そうですね。はい。またご覧いただければと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。車と夢を越え週に不思議